どうも、魚屋です。魚食スペシャリスト検定公認魚 TV。はい、どうも、第3回目でございます、魚食スペシャリスト検定公認魚 TV でございます。どうも今日はありがとうございます。で、こんにちは。まだだね。いやもう始まってますよ。もう始まってますか。はい。大丈夫ですね。はい、でごまかす。はい、よろしくお願いします。で今日も小倉さんと、今日はゲストは、小松先生を、お呼びしまして、やりたいと思います。ちょっと生田さんの方から小松先生ご紹介してください。この人を語るのは大変なんですよ。今はね、政策研究大学院大学っていうところで、リーダーシップをね、教えられてるんですよね。それでもともと何者かというとですね、水産庁にお勤めで、でその水産庁の時代にですね、1990年代でしたっけあれ。ね、クジラの交渉があったんですよ。要は日本はクジラを取って食べたいと。で海外はクジラは可愛い生き物だし、頭のいい生き物だから取っちゃいけない。でそれの時の国際交渉の親方をやっておられたという。でそれでですね、ものすごく海外から評判のいい方なんですよ。それで海外でもう偉い仲間いますよね、いっぱいね。それでその海外で言われてて、そのニューズウィークで尊敬できる日本人100人っていうのに選ばれちゃった、っていう。だから水産の中では本当にこういう海外でも顔の広いっていう方はいらっしゃらないという小松先生でございます。今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。で小松先生がお書きになった本で、これが一番なんかこう分かりやすいというか、我々素人には一番ね読みやすい本かなと思ってピックアップさせていただいた日本の水産業という、これあれですよね、子供向けにも書かれてる、小学生向きですね。小学生向きの本なんですね、これね、俺も自分で原稿書くときなんかはね、一番使う本はこれです。そうです。これが一番わかりやすいもん。ちゃんと全部。先生だけど喋らせろっていうのを知ってんだね、みんな。会議、国際会議が始まった時に「Let me speak」って言って一番最初に手を挙げた人。かっこいい。いいですね。もうそれでもう世界に名を馳せたんですよ。いや、日本の交渉のね、前面に立つ方って今一つこう推しが強くないんじゃないかななんてイメージがあるんですけど。だけどあの時はね、随分抑えたんですよ。抑えて「Let me speak」はないと思うよ俺。アメリカとね、要するに非公式のどこにも漏れない交渉をするときは、私はやっぱね、物を投げたことありますアメリカ人に？あまりにも腹立って。本当に？そうですよ。何投げたの？いや言いませんけどね。最近ほら暴力だとかいじめだとか言われてますから、やっぱちょっとあれですけど、やっぱそれで下関に行ったら全部同時で中継されるから、うちの家内が上品にとこう言いましてね。奥さんもたしなめられたんですね。いやだから「レッドミースピーク」なんてのもね、頭使って喋ったんですよ。アメリカ人がね、私が喋ってる間にね、いろいろなごちゃごちゃ言ってくるわけですよ。で私はね、うるさいと思ったからシャラップと思ったんだけど、これを言っちゃちょっと英語としても品がないなと思ってね、頭使って「レッドミースピーク」っていう。そうなんですか。だからそんなのは大した受けないとは思ったんですよ、弱い英語だから。それでも日本人にはどういうわけかな、あの時はね、なんか評判になりました。びっくりしました。だけど皆さんね、見てる人知ってんですね。そうですね、だいぶ前ですけど、2002年ですよ。10年前ですね。あれはクジラの交渉の時。そうですね、下関の会議。下関の。いいですね。今総理大臣と漁業大臣が出てる、農業大臣が出てるところですよ。総理大臣と一緒にいたのその時？パーティーなんかは一緒ですね。今はもちろん総理大臣別ですけどね。いや、この魚 TV は、生田さんがですね、日本の皆さんに今の、日本における漁業であるとか、魚食っていうものを改めて見直してほしいっていうふうな思いでスタートして、前回はですね、
ね、片野さんに出ていただいて、片野さんにいろいろ日本の漁業は儲かってないけど海外の漁業は儲かってるんだとか、日本もそれに変えていかなきゃいけないんだというふうな話を伺ったんですけども、今日は小松さんのご専門の立場から、日本の漁業の現状をまず伺いたいと思うんですね。日本の漁業はこちらにですね数字があるんでお見せした方が分かりやすいかなと思いますけども、これ日本の漁業のいわゆる漁獲高の推移を表したグラフなんですけども、これ見るとですね、この時点がですねピーク、ここね、はい、これがピークになってますね。昭和59年、はい、昭和59年がピークで、その時が、かなりのトン数取れてるんですよね。1282万トンとか取れてですね、でこれが一番最後のところ、これ平成21年の、ね、数字ですけども、3年前ですね。3年前で543万トン、えらい減り方してるんですけど、半分以下、これはすいません、本当なんですか？いや本当なんですが、一昨年のデータが公式で一番新しいんですけど、それはもっと小さくなってましてね、477万トン。ここからさらにまた下がってる。20万トンぐらいやってる。いやもっともっと。違う、70万トン。70万トンやってんだ。多分去年は400万トンちょっとじゃないですかね。また減ってますよね。そんなに順調に減られても困るんですけど。いや多分今後とも何も今と変わったことをしなければ順調に減り続けると思います、ね。手をこう差し伸べなければどんどん下がっていくことは明らか。補助金で手を差し伸べてますから、それだとどんどん減っていくと思いますね。補助金で手を差し伸べるっていうことは、漁業者の方々に補助金が出ていて、でも取れ高はどんどん減っていて、そうですね、反比例しますね。補助金の投入額と漁業の回復の度合いっていうんですかね、漁業生産が上がる量はですね反比例ですね。だから前回片野さんに来ていただいた時にノルウェーの補助金のこういうグラフ出してたありましたね。あれなんていうのはもう今ノルウェーってゼロなんでしょ今。ほとんどゼロです、ね。これがそのノルウェーの補助金でこんなに多くやっていたのが、もう今ではほぼゼロに近い状態になっているって話でしたけどね。ゼロでもね、ゼロで今漁業生産高はどうなんでしょうノルウェー。今だいたい天然が220万トンから270万トンの間、養殖は1970年代にはゼロだったものが、今120万トンですね。大きく回復してますね。そうですね。金額的には金額はちょっと私がね、頭の中にないですけど、やはり2つ合わせて日本と同じ数量ですから、ほとんど日本と同じぐらいじゃないですかね。魚種構成から見て同じぐらいの値段ですから、日本が今 1.5 兆ですけど、ノルウェー若干安い程度じゃないかと思いますね。これね、今ほっとくとどんどん下がっていくよっておっしゃいました。これ取れ高がどんどん下がっていくってことは、我々消費者は日本で取れた魚は食べられなくなる、だったら、今もそうでしょうけども、輸入しているお魚がどんどん増えていくっていうことになるんですね。輸入は2002年に370万トンあったんですよ。で去年あたりは270万トンですね。減ってんですか？TPP を推進しても多分減り続けるんじゃないですかね。よく漁業組合はですね、TPP は輸入が増えるから反対って言ってるんですけど、やっても減るでしょうね。これなんで減るんですか？いやもう日本に売ったって魅力がないと、日本市場魅力ないわけですよ。その魚はその立派な魚をそのノルウェーもアイスランドも作ってますから、中国は買いたい、ロシアは買いたい、ウクライナは買いたい、それから最近はですね東南アジアだとかアフリカも経済発展してますから、もうナイジェリアだとかガーナだとか、それから中国だとか、こういうところがですねどんどん食べるようになったわけですね。日本も買いたいんですけど、日本も買いたいんですけど経済力ないですからね。高く買えるのかって言うんですよ。だからよく消費者は魚は安く買えますかなんて言ってるんですけど、安ければ誰も売ってくれないってことですよ。じゃあね、これ減ってきますよね、取れるものが。で買えるものも減ってきますよね。と我々の次の世代とかっていうのは魚食べられないんじゃないですか？なくなってしまうか乱獲のままですから、本当に小さいマグロと小さい豆キンキと小さいその金太郎だとか
小さいワシだとか脂が乗んないワシだとかそういうのを食べるということでしょうかね。今身も蓋もねえって書いてるけどもそんなこと言われて身も蓋もそうだよね。いやでも本当にね、そのまんまこう衰退していってしまうのをもうしょうがないです。そのまんま僕らは手もこまねえて見てるしかないんです。いやだから補助金をもらうとどうなるかって言ったらですね、要は経営が悪いわけですよ。なんぼその数量を少なく取ってきても経費がかかっても結局は収入が少なくて支出多いわけでしょ。そこに補助金が入るわけですよ。で補助金をねまた入れてくれって燃油が上がるとまた要望を出して、まあ自民党が言うこと聞くのかどうか知りませんけどまた出すわけですよ。そうすると収支が悪いというところを経営改善しないわけですよ。だからますます今のままですね取り続けるわけですよ。だから補助金がいいんじゃなくて悪いんですよ。現状の悪をですね悪い状態を直さないのに役立ってるわけですよ。だからノルウェーはそれでやめちゃったわけです。それ分かったから。だからそれがさっきのノルウェーのちょうどいい補助金がマックスでこうやってポンとこうやって跳ね上がってるじゃないですか。これの時に厳選してるわけですよね。厳選とかそういう制度を導入したわけですよね。儲かるようなシステム。だから儲かる漁業ってね、最近はその震災でもですね、震災でも9分の8の補助を出すんですよ。9分の8、随分 100% 近い感じの。いやだから、経理上どうせ9分の9を 100% にしちゃうわけですよ。どっかでね頭のいい人がいて、そうすると沖に出るでしょ、船出すでしょ、何も取ってこなくたっていいってことになるわけです。そうですね。そうか。補助金がね9分の8出てれば、まあちょっと行ってきました体で帰ってきて、まあ自分たちの食べる分でも取ってくればいいかなみたいな。そうですね。今のだから日本のそういう制度ってみんなそうですよ。要はだから本業で稼ぐようなお手伝いをすればいいわけですよ。だけどもその本業はとりあえずやっとけばあと足らなければ全部補填してあげるよっていう補助金ばかり。農業もそういう状況ですね。じゃあ同じだから所得保障をやってますからね。結局はその売れないものを作っても収入がなければ経費がかかるからその分のですね差額をその補填しましょうだとか、それからやっぱ経営の合理化をして大規模化して近代化するっていう人に支援すればいいのに、今いるその政策をそのしてる小さいその都市の人たちにやっぱこう支援をするだとか、だから本当はそうなんですよ。日本の農政って悪循環ですよ。だから外国の政府の人たちと話しますとね、まあヨーロッパのまあなんか困ったもんだなっていうか、もうちょっと辛辣な言葉で言ってますけどね。辛辣な言葉どうぞ。まあね私の品が許しませんか。いやひどいもんですよ。私も怒りましたけどね。その言いようはないだろうっていうぐらいの。いや言いようがないっていうよりね、いやあるところ行ったらですね、やっぱりまあなんていうんですかね、要するになんていうんですかね、産業政策になってないっていうんですよ、ね。要はなんかその文化を守る、それからその文化人類学的な研究をすると、そんなために置いてんですかという感じですよね。それからもう一つは本当は直すべきだということがはっきりしてても、何か思い込むと日本人って特に役人はてこでも頭を変えないんだねなんて、これもねある政府の高官ですけど言ってましたね。海外の人にはっきりと言われるんですね、現場で。そうですね。その割には日本はイミテーションが上手だねなんて言うから、お前何言ってんだイミテーションじゃねえだろうがっていうのは創意工夫って言うんだこれね。なるほどね。なるほどね。で今こちらにはですね、世界の漁業のですね資源の利用状況っていうがあるんですけども、これ見ると何が分かって過剰に取ってるのかっていうことが分かってくるんですか。これは世界の主要そうですね。大体200の漁業資源を FAO が、これは国連の農業水産業の専門知識を持っている国際機関ですが、分析してくれたわけですね。でやっぱり世界はですね東南アジアだとかアフリカだとかを中心にですね、やっぱり日本と同じように沿岸漁業だとか沖合、近場のその漁場をみんな潰していってるんですね。でその傾向がだんだんやっぱり進んできてるっていうことですね。ただヨーロッパだとかアメリカはですね、
こういう状態を今出して少しずつやっぱり上向きになってるんですね。だから日本は途上国型でいくのかヨーロッパ型でいくのかどっちかということですね。やっぱり日本は日本型でしょ。日本型、日本型だとどうなりますかね。日本型ってどういう意味ですかね。でもさっきの見るとどうも底打つとか上向きとかだから今のままだったらだからこんな感じですよね。どんどん下がっていってしまう。どんどん下がっていってしまう。なんとか方法ないんですか。いや今のまま政策を続けるんなら、自民党になっても変わってませんけど、方策はないですね。そんなはっきりないって言われても今のままの対応を続けるなら全くありません。言い切っちゃうね本当に。かなり言い切っていただきました。いやでもね、そうはおっしゃいますけどね、実はね今ね小松さんはね、新潟に行ってね、その甘エビ、北国赤エビってやつの、あるなんていうんですか、資源管理をしながらの漁業っていうのを進めてるわけですよ。これ資源管理っていうのは前回からずいぶん話に出てますけど、これでいいですか。そうですね。ただ外国の資源管理というね言葉遣いと、日本の資源管理という言葉遣いは全く似て非なるものなんですよ。違うんですか。違うんですよ。違うから外国の場合はノルウェーでもアイスランドでも資源が回復して、みんなが儲かって儲かった税金をねどれだけ政府がくすめようかと、それから漁業者からしてみりゃどれだけ税金を払いたくないかと、こういう闘争をしてるわけですよ。私らもね日本でもそういう状況まで持っていきたいですね。どうせ問題ならそういうねレベルの高い問題にしたいですよ。日本の場合はねどれだけ税金をね自分の懐のところに近いところに政治家を通じてね要するに供給してもらうかと、それで補助金ですよ。それで資源が悪くなると、こういうね全く逆の税金のですね流れになってるわけですね。で彼らがその資源管理として最近ですね導入したやり方っていうのは、最近だってもうここ30年ぐらい苦労しながら導入して長い最近ですね。そうなんですよ。やっぱね新しいことを始めたわけですよ。彼らも乱獲したんですよ。で乱獲した反省からですねこれじゃダメだと、つまり江戸時代の昔から世界中もそうなんですけど船の大きさを制限したり、それから取っていい場所を制限したり、網を制限したり、それから光を制限したり、こういうものっていうのは効果ないんですよ。こういうやり方を日本はいまだに中心に据えてやってるわけです。昨日ニュースでやったでしょ、マグロの資源管理をするんで、マグロの隻数制限をするっていう。だから昨日ですよ。だからもう30年前ですよ。それは40年前何考えてんだって養殖場の制限も、ね、漁船の制限もそんなもの世界中でやってるわけですよ。だけども漁船の大きさどうなんだと。である漁船は8時間しか操業しない、ある漁船は24時間操業するって言ったらどうするんだ、そうでしょ。あるやつは網目を網の長さを300メーターにする、または3000メーターにする、深さを100メーターにする、400メーターにする。それからイカ釣りの光だって30ワットにするのか180ワットにするのか。だから180ワットにですねしたところでなんぼ制限をしたところでですね、こうやっぱますますですね過当競争になってくるわけですよ。ところが外国が何をやったかって言ったら、これじゃ意味がないんで、ね、取っていい数量を決めたわけですよ。全体で取っていい数量を決めて、なおかつ一人一人の数量を決めたんです。全体だけ決めたってダメなんですよ。今度は全体の中で俺がもっと取りたいっていうから、だから一人一人の分を決めちゃったわけですよ。そうすると一人の取り分が決まれば余計ななんていうんですかね、競争はなくなるんですよ。例えば光でもですね、イカの光でも180ワットで今まで釣ってた人がですね、どうせ決まった数量なら30ワットで釣ってみようかと。だってそれで両方とも100トンになるんだったらですね、
30ワットの方が省エネですよね。省エネですよ。3分の1原油が違うもんしたら。で実際にねそれね実験があるんですよ。作動機でやった実験が。あるやつが60ワット、あるやつが180ワット、離れて釣りをやらせたら同じ数量つく。ところが一緒になったら60ワットは全然釣れない。180ワットの方にみんな持っていかれると。なるほどね。だから数量規制やれっつって言うんですよ。でお言葉ですけど、例えばじゃあ100トン取るとしましょう。じゃあ40トンね、いやじゃあ30トンね、僕は30トンねって決められますよね。そうすると漁業者の方はそれ以上取っちゃいけないわけですよね。儲かんないかな。いやだから今思ったりしませんか。いや全然私は思わないんですけど、漁業者の方々はまさしくその質問をしますね。だから発想変えろっつうの。要は取る量が決まってないから魚がどんどん少なくなるんでしょ。昨日も新潟の両津の漁業者が10年前に90トン取ってたのが今33トンですよ。取る量を決めないからおかしくなる。33トンになっちゃうと減ってっちゃうわけですね。そうです。取る量を決めないっていうのは好き勝手取れるってことじゃないんですよ。取る量を決めないっていうのは奈落の底に落ちるってことなんですよ。大変な状況になってきました。いやそうでしょ。だってみんなで競争するんですから。取る量を決めるっていうのは逆に90トンに戻すね可能性を秘めるってことなんですよ。この資源のサイクルの中で増える量以下で取っていくってことです。その取り方っていうのがこちらのことになるわけですか、これが。そうですね。だから全体で100トンなら100トンをこのペースで取っていけばこの魚は増えていくんですよっていうのを科学で決めていくわけですよ。でこれをですねきちっと割り振るわけですよね。25トンだとか15トンだとか20トンとか10トンとか30トンとかそれぞれの漁業者の方々。そうです。大体は過去の実績に応じて、あんたは過去大体このぐらい取ってたでしょと。そしたらその比率で割り振るんだから、これでいいでしょっつうんです。前回伺った時に若い、その漁業に就こうという方が減ってきている、その理由は、年収が300万前後にしかならないんだっていうふうなお話がありました。これをしていくとその方々今300万前後っていう方々の年収は上がりますか。上がりますね。確実に上がってきます。確実に上がる。確実に。保証します。保証します。決めなかったら確実に下がっていくことをまた保証します。そうですね。これは誰がイニシアチブを取ればいいんですか。これですか。まあ新潟やっぱりこのグッドクエスチョンですけどね。やっぱり内容を進めるっていうことと、やっぱり進める意欲を持つ。だから私リーダーシップを教えてるんですけれど、新しいことを進めるっていうのはですね。すごく難しいんですよ。だって今のちょっと話で分かるように漁師は取り放題取りたいと思ってるわけですから、その時にその逆のことをやれっていうのは必ず抵抗するんですよ。でベースにあるのは自分たちにその経験がないからなんですよ。新しいことの経験がない。今儲かってる国もどこもみんな反対だったんだよね。初めは漁業者は。だからノルウェーアイスランドが今いいよなんて言ってるけども、漁業者えばってるけども、その当時は大反対だもんね。で大体その外国の例を見ると誰がイニシアチブを取ってるかって言ったら政治家ですよ。ただし政治家にきちっとした情報を与えて事実上のイニシアチブを共同して取ってるのが役人なんですよ。どこの国でも。それで今度はそれぞれの国の主要な業界にですね、やっぱりこれでやんなくちゃなんないという民間の人がいるんですよ。だからそういう組み合わせですね。こういう人が出るか出ないかですよ。そのためにはやっぱ教育なんですよね。情報を出して何度も勉強する。ただしどっかからはですねやってみようじゃないかとも言ってやることなんです。いやだからねまさにねこの魚 TV っていうのはそこの要は一般からこういう声が上がってほしいと思って始めたものなんですよ。ね、やっぱりね僕ら一般の人間はそんなこと全然知らないもんね。どこも伝えてないからねそれはね。魚 TV すげえってありがとうありがとう。大学の講義聞いてるみたいで。いやそれで実際に小松さんがおやりになったのがこの朝日新聞、読売新聞に出てますけども、新潟の方で、僕らの言う甘エビ
はいはいはい、甘エビ、寿司ネタ2本乗るやつですね。はいはい、美味しいですよね。あれを喜んでる。好きなんですよ。あれに関してやっぱりこれ取るのにみんなで制限をしてやろうよというイニシアチブを捉えたと伺ってますが。そうですね。実は今から4年前にですね。新潟県で豊かな海づくり大会があった時に、これは天皇皇后来られましてね。でその後に知事が新潟の漁業も悲惨だと、新潟っていうのは日本で2番目に悲惨なんですよ。この劣化、漁業の劣化のですね、度合いがですね2番目です。1番目どこか分かりますか？どこですか？どこでしょうかね。当てずっぽで言ってみてください。北海道。北海道はまあまあ、山口。山口県あたり。いやものすごい当てずっぽです今。でもやばくない？だって山口県ってあれじゃない？今の総理大臣と農水大臣だよね。いやだから2人出ててね、言いたくないけどどうしてこんな状況なのかということですよ。言いたくないけど言っちゃったね。でもだって漁場としては最もいいと言われるところに近いんでしょ。そうですね。いやだけどこうデータ見ますとね、下関の水揚げが昭和の50年代のピークには25万トンあったんですけど、25万トンですよ。今何本あると思います？じゃあ絞りに絞って10万トン。10万トン。10万トン。だって半分以下ですよ。いやもちろん。もっとですか？何本？5万。嘘？本当は？8000トン。25万トンが8000トン。8000トンから1万3000トンの間をね、ちょっと最近は行き来してますよね。そんなに悪いんだ。それは壊滅的じゃないですか。終わってんね。それで山口県は何してんのかってことですよ。で私はね、山口県知事とも話したことあるんですよ。この IQ、ITQ をやろうじゃないかって。そしたらなんか漁業者後継者対策の補助金があって、その補助金を使って新しいね就業者を呼び込めばいいなんていう話だったんで、また補助金になっちゃったんだ。やっぱりここはあれだね。総裁にもう一回総理大臣にもう一回山口の漁業を取り戻すってやってもらわないとね。いやでもね、実際にその新潟でこういうふうな形で甘エビをおやりになって成果が出てるんですか？やっぱり実際、昨日もですね、それから一昨日も佐渡に行ってきたんですけど、でたまたまね、毎日新聞の一条君っていうのが船に乗って取材もして上がってきたばっかりなんですが、漁業者とも話しましたけれども、IQ、ITQ を導入した時のですね、効果っていうのをかいつまんで言うと3つあるんですね。一つは資源の回復なんですよ。今もう下がりきってなくなってきてるのが回復方向に向かう。だんだん回復方向に向かうはずなんですよ。それから2つ目はですね、経済的に経営的にですね、無駄な競争しなくなるんで、経営のですね収支が良くなるっていうか支出を削減できるんです。わーって言ってガーッと取ってきちゃうっていうのはなくなる。それからさっき生田さんが言ってましたけどね、好き勝手に取りに行って市場に出すと、そうすると自分も出した時に他のその底引きからもエビが供給されて暴落すると、こういうことをこのクォーターがあるとですね避けることができるわけです。クォーターっていうのは漁獲枠ってことね。漁獲枠ですね。個別 IQ のですね、個人枠のそのQを意味するんです。じゃあ生田ちゃんとこはちょっといっぱい出してるんですよ、うちは今ちょっと抑えとくか、ちょっと来月にするかみたいなことはできるわけです。それからね、やっぱ今度はやっぱ典型的にですねはっきり分かったのは、日本の漁業っていうのは今になってみると理由が全然不明なんですけど、7、8月休みなんですよ。夏休みだね。夏休み取るんですわ。漁業夏休みあるんですか？夏休み全部じゃないですけど、ちょっと大きめの漁業で底引き網漁業は夏休み取るんです。それ取れないからですか？いや、それが私はね、水産庁とですね、水産総合研究センターの自分のその昔の部下に聞いたことがあるんですよ。おい、どうしてこんな休みがあるんだと。私自身は別の理由じゃないかなと思ってたんですが、
聞いてみたらですね、わからないって言うんですよ。つまり戦後60年経ったら、経緯が全然やっぱり分かんなくて、結果として7、8月底引きを中心に休んでるということだけ分かったわけです。それはなんとなく昔からの、多分ね、夏だから暑くて魚はやっぱね劣化するわけですよ。で冷蔵庫がなくて、だったら資源管理を名目にして休みましょうと、そんなことだったんだろうと思うんですよね。なるほどね。多分そういう程度の話だね。ところが今冷蔵庫だって機能がアップしたでしょ。それから佐渡でも新潟でもですね、7月8月っていうのはね、書き入れ時なんですよ。だって観光シーズン。そうですね。海の日なんか今年はエビがですね3倍になったっていうんですが、だからその7月8月をですね、トータルで取っていい数量と個別枠を導入したんで、 IQ を導入したんで、基本的にいつ取ってもいいことになるでしょ、考え方としては。IQ が前提であれば、だから7、8月を漁業者がやっぱ値がいいから取りたいっていうんで解禁したんですよ。で上がっちゃったわけですよ。海の日なんか3倍ですよ。で平均で大きいやつは、大きいエビは 25%、それからその中サイズはですね22% も上がっちゃったわけです。喜んじゃったわけです。喜んじゃう。商売としては儲かっちゃうわけじゃないですか。そうですそうです。だからそういうこのクォーターのこの IQ のいいところは値段っていうか収入が上がってくるってことです。実際にね、昔の話でしょ。それであとは経営の方から見ると、今ちょっとねほら最初に私は網目だとか船の数の規制って言ったでしょ。で新潟県で今持ってるのは1隻の船に約1000のカゴを使っていいっていう規則にしてるんですよ。それは取るためのカゴですか？そうです、取るためのカゴ、でそれで資源管理と言ってたわけですよ。要はそういうのをインプットコントロールっていうんですが、努力量規制っていうんですが、で私たちはそうじゃなくて、なんぼそんな規制したってね、入るときはいっぱい入るでしょうと。それだったら数量規制しなさいと。で数量規制して1人当たりにじゃあ40トンしか取れないということになったら、カゴを何個使ったっていいわけですよ。1000使ったって1万使ったって1万使って経営採算が悪くならな勝手にどうぞと。だからこのカゴの数をですねもう変えたっていいわけですよ。ところが1隻あたり1000銭だったのをですね、事実上2隻分の2000を1隻で使ってたわけです。でも2000もらうためには2隻の許可を申請して船をまた買わないとダメなわけですね。この船を買う分が過重な経営負担になってたわけです。我々みたいな。だからあれなんですよ、ノルウェーなんていうのはこの IQ がしっかりしてるから、漁業者2人の漁業者が1つの船をシェアするんですよ。この時期はね、そうですよね、この時期はお前この船使って行ってこいよって、じゃあこの時期は俺この船使って行ってくるわ。だから経費半分ですよ。だから用意ドンで競争する時はね、これデンマークのケースですけど、ある一社が3隻持ってたんですよ。そうでしょ。だって船たくさんなかったら他よりは取れないじゃないですか。で他の社は4隻5隻持つわけですよ。ところが自分たちのクォーターが決まってしまうと、割り当て量が3隻なんかね、要するに全然必要ないと、経営が負担だと、逆にその2隻でいいというふうになるわけですよ。だから今新潟のエビの方でもそれだったらば2隻分の2000を1隻で持てるようにしたらって、こういうことになってるわけです。どんどん変わってるわけですね。効率のいい経営。そうです。資源の方はね、エビはねオスメス脱皮するんですけど、これ7年かかる。だからどうもね、資源が回復してもらえば一番いいんですけど、ここはね一番効果は遅いと思うんですが、時間がかかるわけですね。この3つのうち2つだけでもね、だけどさ、もう来たわけですよ。だけどこれしっかりやってって7年後楽しみだね、これ。ああ、ものすごく楽しみ。ものすげえ楽しみだね。大きいエビだけがね、お寿司屋さんに安く並ぶんです。それでやっぱ収入も良くなる。そうだよね。そうするとね、またね消費者が帰ってくるわけですよ。だから最初今までのままだったら先は全く見えないと言いましたけど、こういう新しいことをやればね、バラ色の世界がね描けるんですよ。ところがね、結構抵抗されるんですよ。だからね、今日ね、ホタルイカ、富山湾のホタルイカが今週の初めっていうのは1枚が2200円してたんですよ。そしてとんでもね高えなっていうさ、そしたらいきなり今日もう1000円ですよ。
半額以下になっちゃった。どっと入ってきた。だからということはみんながせーのでブワーッと取りに行っちゃってるわけです。でそこで例えばこの個別割り当てがあったとしたら、あこれあいつも言ってんなと、じゃあ今言ったら値段下がっちゃうから、そうですよね、値段下がっちゃうから俺行くのやめるわっていう選択ができるんですよ。で今のこの制度の中でそういう選択したやつっていうのは貧乏くじ引くだけなんですよ。要は何にも取れないで終わっちゃったっていう話になっちゃう。やりましょうよこれ。やろうよ。だからねもうね、だけどね、ここで話してるとさも簡単そうに私言ってますけど昨日も佐渡から帰ってきたんですけどね、もううるさいうるさい、うるさい、もう言う、いろいろと。どんなこと言われるんですか。いやーなんかね、要はね、基本的にみんなが悪くなっても、俺だけは生き残れるという考えなんですよ。原点にあんのは。だからわざわざ小松先生やる必要はあるんですかってくるわけだ。まあ今でそんなこと言ってんの。あんたも確実にダメになるよって。分かんないのかって。データが90トンから33トンだろうって。どうしてあんただけ横ばいになれるんだって言ったら。本当だよね。でももう分からないね。でもこれは本当に辛抱強く説得をし、本当にいろんなところで調整をしてやっていかなきゃいけないんでしょうけども、今もうやらないとダメですよ。でしょですね。時期的に、もうギリギリですよね。いやもう遅いかもしれない。もう徳田原に足かかってる状態。もうちょっとビデオ判定が必要っていう。ビデオ判定でかかと出てるかもしれない。そう出てるかもしれないぐらいまでいってる。なるほどね。いやだからね、このねやっぱね魚 TV はね、本当にこれの目的っていうのは広く一般の方にこれを知っていただきたいってことなんですよ。この事実を知ってもらって、日本なんてね、要は官僚とねその当事者とね利害関係者じゃね動きはしないんだよ。ね、だから例えば世論がこういうのが盛り上がって「これちょっと漁業管理しろよ」って消費者が言い出せば悪いけど変わらざるを得ない。だからそれをやりたくてこの魚 TV っていうのをやりだしたってことなんですよ。ねえ、いい話になっちゃった。いい番組じゃないですか。いい番組。だってさっきいいよいいよって言われてたもん結構。でもこういうふうにやっていくことで日本の周りの漁場が豊かにまた戻ってきて、我々が美味しい魚を本当に食べられるようになるっていう、今一歩目踏まないとダメですね。そうですね。いやもう本当に遅いかもしれないもんね。まあ遅いですね。それからやっぱもうなんか誰かが本当にエネルギーをねかけてやんなくちゃないんですけど、そういう人間がいるかどうかって、誰がやるんですかってほら、さっき小倉さんからの質問ありましたけどね。だからノルウェーはノルウェーはあれがあるんですよね。民間の NGO が結構力強くその漁業の要は結果出るじゃないですか。だけどね、それの管理しっかりやってる。漁業大臣がしっかりしてるんですよ。この前も弁天ハンセンのね、まあその歴代そうですけど、やっぱり科学が重要ですと。科学的根拠に基づいた資源管理をきちっとすることが重要ですと。どっかの大臣に聞かせてあげたいですよ。どこの大臣？今やめとこう。いやちょっと小松さんまたお時間いただいていいですか。はいどうぞ。もっと今の話も深く伺いたいし、あとクジラのお話もやっぱりどっかのタイミングで。クジラの話はねほっといたら6時間話しますよ。ぜひ伺いたいんで。はい。もうクジラもなんか補助金付けですからね。すごいねクジラもね。これ補助金も全て考えなきゃいけないですね。でもね。いやそれで皆さん消費税がね、役人やってないから消費税がまともに使われてると思ってるでしょ。アメリカを見てくださいよ、共和党、あれは小さい政府を施行してるんですよ。というのは役人がお金を集めて持ったら何に使うか共和党のその支持者っていうのは疑いの目を持ってるわけですよ。日本はそういう思想ないですよね。いかに政府から金をもらうかだから。元役人が言うんだから間違いないね。本当に。やっぱねお金を使わないで知恵とねエネルギー情熱を使う政治に戻していかない。わあいいこと言うね。なんか締めたね最後。うわ。小松さんまたぜひお時間いただきたいと思います。今日はありがとうございました。ありがとうございました。じゃあ生田さん最後にまとめで。はい。じゃあ最後まとめっていうことで、はい。
すいません。これで後ろ振り向いてお寿司食べましょう。また3月下旬かな。3月27ですね。27予定では。勝川先生が。はい。はい。小林先生ありがとうございました。ありがとうございました。ではまた。はい。